稲船さんに稲付近というあだ名をつけたのが富田さんということなんですけれども、このどのような経緯で、そうなったのか、また、ご自身のハンドルネームですか、HN、トムポンというお名前の由来も教えてくださいと。最初は当然その同期で入社してますけど、全然知らない人だったんで、稲船君って呼んでたんですけれども、僕も昔から癖でその親しくなったまたは親しくなりたいって思う人に対して、勝手にあだ名つけちゃう癖があるんですよね。なるほど。だから他の人が例えば、ウッチーって呼んでるのに対して、それを当然のように僕もウッチーって呼ぶのではなくて、また違った形のあだ名を思いついて勝手に呼び出しちゃう、そういう癖があるんで。なるほど。ある日急にですよ、稲付近って言い出したのは。はい。ポッと出てきたんですね。いつもは稲船くんって呼んでたところを、突然稲付近って呼んでみて、当然何それと思ったんでしょうね。でもね、継続は力なりという素晴らしい言葉があってですね、言ってるうちに彼もそれが気に入ってきて、でスタッフロールに稲付近って入れようよってなって、英語表記するじゃないですか、カタカナではなくて、で稲付近の最後に G がついたりしてるじゃないですか。そうですね。G とかも香港みたいでかっこいいじゃん。香港つけちゃえ。ホングコングの。そうなんですよ。普通にローマ字発音していくと稲付近の後に G いらないんですよ。そうですね。でも香港みたいでいいじゃん。そのノリでつけてる。そうです、そうです。結構ノリなんですね。そうです。なるほど。かっこいいハンドルネームっていうんですか、ペンネームっていうんですか、かっこいいですよね、稲付近。そうですね。下の文字がキングですからね。偶然です。富田さんのそのトムポンって名前なんですか。あれは僕富田なんで、カプコンに入る前から、トミポンって呼んでくる女の子がいたんですよ。でトミポンっていうふうに呼ばれてたんで、何かの表紙に、僕トミポンっていうようなことを書いてたんですね。それを、同じようにカプコンのスタッフの女の子で、縦書きにしたやつがいて、縦書きにするとトミポンの「愛」が棒のようになるんですよね。こうなるんですね。そうなんですよ。でその子は縦書きにして後になぜか横書きにした時もそれを横棒と勘違いしてトムポンにしちゃったんですよ。そこだけが生かしで、勝手に。なるほどね。だから最初見た時はあんた間違っとるよっていう感じだったんですけど、案外気に入っちゃってそのパターン多くない？そうなんですよ。なんかよくない？いいじゃん。それでトムで横棒でポンになる。ポンにしたんですよ。だからロックマンの1作目のスタッフロールの時は、その用意してた文字の中に横棒がなかったんで、でトムポンになってるんですよ。トム横棒ポンにしたかったんですけど、なるほど。あれなかったんです。用意されてなかった。そういうことなんですね。横棒が。だから僕的には正確にはトムとポンの間には横棒が欲しい。それが正しいトムポンであると。でもね、いまだにね、僕のことをトムポンって呼んでくれる人ってね、1人しかいないんですよ。あ、そうなんですか。嘘、2人だ。2人。ほう。それ当時の開発の方なんですか。1人は全然関係ない人ですね。僕が自分で何か書くときにトムポンって書くんで、それを面白がってトムポンって呼んでくれる人と、もう1人は同じく同期で入って、もう辞めちゃったんですけど、チャンキーというやつがいて。チャンキーってなんか聞いたことありますね。でしょ。ロックマンの中に出てくる敵のキャラクターの名前は、そいつから取りました。チャンキーメーカーのそのチャンキーですか。チャンキーさんって人がいたんですね。います。いまだにいます。生きてます。すいません、ちょっと個人みたいですけどね。いまだにチャンキーと名乗ってますよ。あ、そうなんですか。その人はまたもう僕らよりも一枚上手の人で、自ら富田君、今日から俺のことをチャンキーって呼んでって言い出したんですよ。
普通スルーするんですけどね。OK と。了解。呼ぶよ。わかりました。あだ名すごいっすね。すごいですよ。突然だったんでね、だいぶ笑いましたけどね。なんだこれ突然、あんまり話したこともないのに、今日から僕のことジャンキーって呼んでくれ。あまり話をしたことがなかったそうですよ。んですね。入社当時の話なんで。いや別の部署でしたしね。むちゃくちゃですね。めちゃくちゃですよ。めちゃくちゃですね。後で聞いたら仲良くなりたかったって言ってたんですけどね。それにしちゃボールの投げ先がだいぶ不思議な感じですよね。変化球もいいところですよね。だからロックマンに出てくる敵のキャラクターでチャンキーっていうやつと、テリーっていうやつは、その開発スタッフのあだ名です。テリーさんもいらっしゃいました。こうゆっくり回りながら来るやつですよね。そうです。はあ。へ